回初登場の成田タウンです。好きな車はロータス X1 で、好きなタイプは太った人です。目指す魔王の称号、魔王決戦合同テスト。豪華2本立て、その2本目をスタートしたいと思います。ほう、2本立てね。はい、魔王に向けた、合同テスト。今回ね4台のマシンに来てもらってるんですけども、その中でもアミズさんがすごい久しぶりということでね、松井さん、そうですね。ちょっと今回随分とご無沙汰してはいたんですけど、また車の限界をちょっと試したいなと仕上げてきた。仕上げてみました。はい、もうまあ基本的にサーキットちょっと多めに走ったんで、ちょっとそこの辺あたりをフィードバックできればなと思いますね。で、MCR 小林さんも久しぶりな感じがしますが、ちょっとね来てもトラブってって走れなかったりとかあったじゃないですか。もう解決したんですよね。今回克服してきました。打たれ強いよね。なんだかんだ言われても出てくるからさ、立派なもんよ。だって他のショップなんか出てこれないからね。ちょっとじゃあそっちは平気です。はい。今回さ、俺小林さんの車がどんなすごいか、2014年のノーマル持ってきたの。押す。これいい勝負するんじゃない？大丈夫です。マジ？多分ですけど。ゆうさくんのとこは何か変わったの？前回からは出力はまた上げてきました。パーマのパーマは緩んでるから。パーマちょっとだいぶ緩んでました。何馬力になったの？今410馬力です。前回が380馬力です。30馬力。なるほどね。やっぱさ、藤田号に負けるのはこう直線で離されちゃうじゃん。ストレートに出てから。そこでスケート根性出して410馬力。壊れない？正直怖いんですけど、まあでもそうしないとやっぱり勝てないんで、もう必死にやってきました。前回までも心配台出ましたよね。でももう仕様だともう安心だってことですか？そうですね。とりあえず駆動系も全く壊れなかったので、で今度はエンジン本体の方でちょっとトルクを上げてきて、さらに出力がちょっと乗っかった感じで持ってきました。それがどう出るかね。森さんちは？うちはこの前ちょっとその2足か3足か谷口さんが分かんないところがあるって言ってたんで、ちょっとファイナルを落としてきました。ファイナル落としたんだ。はい。やってるんでね。もうじゃあ3足でいけるという仕様ですね。そうですね。言ってほしいですね。言ってほしい。もう皆さん自信があるのかないのか。3キープ、3ホールド。まあということでね、まあこの分際でどうか、この辺をね、まあ夏場だからちょっと1秒ちょっと落ちぐらいかな。まあその中で読んでもらって、どういう方向性に仕上がってるかね。今日のタイムから1秒引いた分をだいたい参考にして。冬はね、そうだね。そんな感じで合同テスト行ってみたいと思います。区間タイムベストは25秒0なので、今回は各社26秒前半を狙う。ちょっと弱めな感じでショックがあって、アミューズの Z を担当するのはオリダー。こういうギャップがきつい時ってトンって踏んだ時初期制動でギューっていっちゃうんで、じゃあ行ってきます。まずは確認。VDC は G センサーをカットしてオフ状態で走行。忘れやだな。逆にここサーキットに比べて路面が悪いから入力が大きい。すごい大きいですよね。速くて大きいですよね。そこに対してグッとバーラバー乗っちゃうと、グッてその瞬間だけグリップが上がっちゃうんで、その瞬間にグリップが面圧が上がっちゃうんでグリップさせちゃうってことですね。後ろが持ってこうとしちゃう。はい。1本目のタイムは27秒0。2本目オリダーはオーバーステアを抑えて走る。タイムは26秒963。エンジンが吹けなくなる。もうバネこのままでフロント車高をもうちょい上げる。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 ダンパーは
電調調整式じゃあフロントのプリをかけてフロントのプリを10ミリぐらい、これはピッチングの動きを減らす考えだ。さあどうか。オーバーステアは減ってきたようだが、車の姿勢はすごい落ち着いてきた。ブレーキってどんな感じですかね。ブレーキ今車高上げたら雰囲気がすげえ変わっちゃったなんかすごい結構空速感が長くなっちゃった、ああそうですね。そうすると、フロントが沈み込むまでの時間がちょっと、今でもフロントが減速を緩めたらちょっとあれですよね、良くなさそうですよね。セットを変えずアタックを続ける。コンマ1秒タイムアップ。足的には後ろもやっぱちょっとプリかけたいかけて、でフロントダンパーを少し緩めかな、ちょっとこうオーバーが、はい、まあこれで25秒台に入ればすごい嬉しいんですけど、無理だと思いますノブはアシストの M3 を担当。アシストは今回フロントタイヤに295を投入し、アライメントも見直してきた。とってもしっとりしてる。乗った瞬間にその手応えを感じ取ったノブ。一発目でいきなりアタックをかける。1コーナーでは Z よりイン側を走れてる。おカーブいいよ、いい感じ。タイムはいきなり26秒479をマーク。おいいですよね、思ったよりいいですよね、一発目で。何にもいじることいらないかも。フロントも入るし、足もしっとりしてて、すっごいいい詰まりしてます。不満ない？ないファイナルをノーマルの 3.8 から 4.1 へ変更してきたことで、計測区間は3速ホールドで走行。なんとヘアピンも3速でクリア。いや最高。おお1トン500の車がこの動きか、すごい。32度を超える気温の中25秒999、これはすごい。まあ上は900まで出せって言えば今でもすぐ出せるんですけど、まあでもみんなが思ってるようにね、昔の車と違って今の車って例えば700馬力800馬力ってドーンってパワーがかかって乗りづらいと思うんだけど、俺こっちの方が乗りやすい気がするな。なんかすごい下の方まったり感があるんで。はい、お願いします。できます。久々の MCR はオリダーが担当。まずはブレーキを確かめる。心配されたブレーキは問題なし。しかしちょっとオーバーステアか。さあタイムはどうか。26秒829。早いな、やっぱり GTR は早いよ。ぼちぼちですかね、早い。これ今結構後ろ寄り。何が4区、うん、そうそうそう、これで多分全然急変するので、まあこれをやってあとどうするかっていうふうに多分振った方が良さそうかなみたいな。ブレーキ大丈夫だね。逆に今度効きすぎちゃうからだね。効きすぎです。はい。多分かなりアンダーになると思うんで。確かに挙動はアンダー方向に変わった。しかしコンマ3秒もタイムが上がった。これは悩む。アンダーになっちゃうな。
どっちが良さそう？これとさっきの中間ぐらいがいいねって。中間ぐらいが、踏んだ時のかかり方も当然変えられるんだけど GTR ってオフでも4駆少し引きずってるんですよ。それも変えられるんで今これでやってみて、あと引きずりをどんだけ変えるかってのはあとドライバー次第なんで。車速やアクセル回路からも4駆にするタイミングをコントロールできる ETS コントローラー。これは GTR ならではの武器だ。この方が良さそうな気もするけど、ね、これでリアトーアウトあり、もう少しありかもしれないよね。あるとしたらね、これ今ゼロなのなんでやありかもしれない。アウトですね。じゃあ一回やりましょう。通常今まで 4.7 っていうの出してたんですけど、今 4.1 っていうのをつけてきたんですね。なのでおそらくコーナーでのギアが丸々1個変わってくると思うんですけど、もし合わなかったらまた戻します。アルボはドリドリが担当。パワー的には410馬力に上がったということでね、30馬力ぐらい上がってますけれども、そのトルクが邪魔しなきゃいいなっていう感じです。ファイナルもなんかね落としてきたみたいなんで、その辺のバランスをまず一発チェックだけしてきます。すげえエースにしてんだよねえ。はやっはいよー、すげえ速い。チェック走行のはずがあまりの速さにつられていつの間にかアタックしてます。いきなり26秒477。1秒引いたら5秒4。はいや。はい、悪くはないよ。ファイナルもいい感じかもな。よかったです。ありがとうございます。デフ大丈夫ですか？デフ大丈夫だよ。ああ、そっか、よかったです。下って333でいけちゃうもんな。はい。どうすっかな。リアウィング1個上げかな。まあ乗りやすいって感じ。ちょっと跳ねるのが最後の高速2つがね気になるぐらいだから、そこはリアウィングで抑えられればいいかなっていう感じ。跳ねるのを抑えるためにリアウィングを1ノッチ立てて走行。その分2コーナーでは一瞬アンダーが発生。アクセルオンにも間違が生まれている。しかしタイムは25秒台に入れてきた。1秒引いたら24秒993。じゃあ落としてから加速した方がいいか、2コーナー。どう？落ちた？いや、25秒9です。早いです。じゃあこの方がいいな。はい。アンダーっぽい方がいいってことだ。はい。今度はドリドリが走り方を変える。Rが深い右の2コーナーでは早めに姿勢を作ってからアクセルオン。しかしコーナー後半でどうしてもオーバーステア状態になってしまう。タイムもほぼ変わらず。どうしても2コーナーでケツが出ちゃうな。乗り方変えてもな。はい。減衰上げてみるか、リア。はい。じゃあ閉めてみます。はい。2コーナーは1本目の方はノーブレーキで行ってアクセルパーシャルで合わせながら行って、2本目の方は踏んでって1回ブレーキを入れてから加速。オーバーステアを抑えるためにリアの減衰を調整。タイムも再び上がり始める。もう一発締めるか。はい。オーバースピードってオーバースピードだよね、ヘアピンね。しっかり落として曲げる。サイド使ってみようか。オーバースピードでいって26
25秒752。もう一発締めるか。はい。リアの減衰をさらに調整。さあどうか。タイムはなんと1000分の1秒まで同タイム。すごい同タイム。今日何時までやるの？俺今日中に鈴鹿行かなきゃいけないんだよ。タイムが同じということは、あとは何をすべきなのか。神経使う。これで5秒7、2発出てれば今の走りが正解ってことだよ。どう？全く同タイムです。車限界ですよね、もう。木屋さんのすごいです。全く同タイム、1000分の1まで。しょうがねえね。はい。いや、分かったよ。この車の乗り方が。ありがとうございます。どうだろうな。いや、ギアを柔らかくするか硬くするかっていうことはできるんですけど、あとアライメントか、あと1コーナーはいいんだよ。もう今のでアンダーで限界のもうアンダーで入ってって、はい、アクセル踏んで3でオーバー出して2コーナーに入っていくから、はい、でその後こうアプローチした時に早く踏みたいんだけど、はい、パーシャルじゃないともうすぐ削れちゃうからキャンバーかもしんないしつけた方がいいです。微妙なところですね。微妙だな。各社のテストも最終段階へ。アミューズ Z はターンインでのオーバーステアを抑えるためにギアにもプリロードをかけ、フロントのダンパーを緩めにしアタックへ。おお、良くなったね。26秒793、自己ベストを更新。 MCR はリアをトーアウトに変更。タイムは26秒549。逆に4個を強くすることってできます。セットアップが進み MCR はこれで過去ベストも更新。手応えをつかんだオリダーはバトル区間も確認。しかしここでアクセル音が遅れる。パワーがありすぎるのか右は踏めないな。でもどっちがいいですか？これとこっちの方が安定はしてる。じゃあフレッシュにしちゃっていいですか？ついに305を投入。横浜ドライバーの折戸さんに託します。あまり深くを求めないでください。しかし1コーナーはちょっとアンダーだが、それ以降は悪くない。挙動の乱れもほとんどなくなった。タイムは26秒222。この日だけでコンマ6秒もタイムアップに成功。全然いいや、こっちのタイヤの方が。あとトーも振りすぎたね。トーね、半分2ぐらいがいい。このタイヤにしたらウィアとアバキになるのかな。このぐらいでいい。じゃあこっからだね。セットアップ。すごくいいよ。ありがとうございます。もう一回行く？もう一回言ってください。できましたら。ノブがアタックをかける。ここで谷口流粉砕攻略法を一つ伝授。この走りを見ても分かるように、コーナーの進入はなるべくインベタで走り、出口に向けて早めのアクセルオンを心がけること。インベタで走る理由の一つが路面のグリップ力。外側は走る人が少ないためグリップが低いのだ。
安全マージンを増やすための感性を磨く。これも峠を攻める上で必要な要素。タイムは25秒946。アシストも自己ベストを更新。もう出ない。もう出ないです。もうね、今フロントがちょっと負けてきた。負けてきました。フロントが垂れたというよりはこっちが食ってきて、はい、バランス的にフロントが今さっきより今俺の欲しいバランスよりはちょっと、曲がらないというか、若干言っても、はい、ほんのちょっとなのよ。ほんのちょっとです。プレーがかけてるんでプレーを落としていや今非常にいいバランス。ああそうです。これもキープでいいです。了解です。あとは涼しくなるのを待ちましょう。はい、わかりました。最高です。ありがとうございます。アルボーはリアにキャンバーを。さあキャンバーつけて再度アタックいってみます。しかしタイム的にはほぼ変わらず25秒783。続けてアタックするもタイムは落ちていく一方。タイヤがダメですかね。この夏で5秒56いきたいよね。そうするとまあ冬間違いなく4秒台には入ってるからね。ニュータイヤに履き替えラストアタックへ。25秒5か6。そこを今日の最終目標タイムと定めた。履き替えた1本目25秒874。あとコンマ3秒。多分大丈夫だよ。5秒8でなので。そしてこの日最後のアタックへ完全にスイッチ入ってます。この人2コーナーではキャンバーをつけた効果、そしてニューのネオバの効果もあってオーバーステアは減っている。タイムはなんと冬場の自己ベストをも更新。すげえ。おお、本当に出ちゃいました。それにしてもドリドリはスイッチが入るとヤバい領域の走りを見せてくれます。ほぼ決まったよ今。5秒5です。よしさすがよしよし狙ったタイムを出していただいて嬉しい。よかった。よく言えばもっと早く踏みたいよ2コーナー。1コーナーもう我慢して我慢してアンダーギリギリアンダーで行って踏むとツッとくるから、そこもやっぱ出たくないし、2コーナーもずーっと入ってってちょんとブレーキ入れてノーズ入れてからアクセル入れるとケツ出るから、そこをずーっとアクセルパーセルでずーっと我慢していかないと出口まで。だからそこのパーシャルを短くしたいよな。なるほど。そうするとあとコンマに、はい。っていうところだね。ちょっと頭ひねって冬までに対策してきます。はい。以上でテストは終了完璧バンプと思いきやアミューズがラストアタックへ。2コーナーでのオーバーステアも確実に減り、さらにタイムを更新できそうな時にそれは起こってしまった。完璧に ABS が効かなくてロックしちゃった。ということで、合同テストねバトルをやるはずだったんですけれどもね、すみませんでした。はいご迷惑かけました。終わりました、はい、ね。これはちょっとねもうねガードレールがないんで危ない。そうね危ないですね。さあということで
車、合同テストね、魔王戦に向けてですけれども、谷口はどうでしたか？いや僕は今回アシストさんの M3 乗らせてもらったんですけど、すごく決まってた。もうなんか本当に軍車なのここっていうぐらい落ち着いてて、こうステアリングもそーっともうなんか落ち着いて、ギャップもそっといってよく曲がるし、全然怖くないです。魔王戦に向けてまだ何かやることってあるんですか？そうですね、ちょこっとはありますね。はい。軽量化はちょっと考えどころなんですけどね。軽量化していくとなんかうちの色がなくなるかなっていうのもありますし、でも実際はすごいしたいなっていうのは。ぶっちゃけた話すると今よりも多分上がらないです。もう分かんないですか。今が良すぎるから軽くする以外は藤田号とかジェイズとかアルボとかに勝とうと思うならば、1トン500はやっぱり相当苦しいと思います。君はどうだったの？テストはニヤニヤして。MCR と今までブレーキのちょっとトラブルでこう来てもあんまり走れなかったんですけど、今回すごい調子良かったですよ。すごい乗りやすくなって進化してる。進化してる。まあでも今日がまあちゃんと走れるスタートになったんで、まあベストのコンマに上がったし今日がもう本当そんな感じね、ずーっとトラブルにちょっとなってたんで、まあそれも今克服できて、まあベストはコンマに上がってんで、まあこの気温でコンマにだから先やってみたかな。いい感じだよね。であともう一台アミューズさんも担当したんですけど、アミューズさんもいろいろセットアップしてどんどん車が良くなってる最中だったんで、ちょっと残念だったかな。テスト中にああいうフリーズは出ないの？ ABS。 いや出ますよ。出る。はい、もう私も今日ちょっと出てますから。でそれもいろいろ試した結果共存するしかなくて、でそれでもまあここ何年かその Z さんを持ってこずにやってるんですけど、ただまあこれぐらいならいけるかなっていうところでちょっとバッとフリーズしちゃったんで。なるほどね。痛いね。痛いですね。あとはね、アルボはかなり良くなってるよ。びっくりしたよ。魔王決定戦に向けてはやはり今までアルボはこのケース区間は速いけど、やっぱりスタートとこの最後のところが藤田号に置いていかれるっていうのがあったじゃないですか。俺ね、いい勝負になると思うな。藤田号もジェイズも。今日土屋さんに結構いい評価をいただいたんですけど、まだちょっと2コーナーとか3コーナーとかで、少しリアが動くと言われたので、そこを冬に向けてちょっと対策してきます。なるほどね。さあということで噂ではジェイズのね魔王がなんと 2.7 リッターをやってるみたいな。そういうこと考えてますね。魔王は今藤田ですよ。だけどやっぱ藤田をやっつけるためにジェイズはそれをやってるわけよ。 2.7 リッター NA すごいね。本当にそんなエンジンあんたっていろいろ組み合わせるんだよ。どっかからこういろんなものを持ってくんだろうね。でアメリカで作ってるようなピストンとかいろんなものを集めて NA にこだわってるみたいですね。やっぱこう梅ちゃんのところはさフロントを重くしたくないみたいな。ということで、魔王決定戦お楽しみに。数日後アミューズを訪れた。 G センサーをカットし VDC をオフにした時に起こってしまうブレーキングの症状について今一度その要因を探ってみた。日産系の車に関して言うと結構 ABS を、入るか、ABS を使う使わないっていうこのある一線のラインで使うっていう領域に入るともうかなり制動距離が伸びてしまうので、今までうちも、ABS が入らないっていうところのブレーキで必ず減速をしているんですけど、どうしても路面のこういうアップダウンがある、もしくはハンドルを切っている状態で、左に旋回したいブレーキをこう右に移動しながらするってなるとどうしても車もねじれますんで、その時に、どこか一輪、ABS が入ってしまうような、不安定な状態になってると思いますんで、今回はロガーをつけてるわけじゃないんで車速輪の回転とか分かんないんですけど、今ビデオを見る感じだと明らかに右の後ろがちょっとそういう領域になって、最初 ABS がガーッと入ったんだと思います。Z34 はブレーキが危ないから走れないっていう話ではなくて、ある一定の度合いまで入り詰めていくと出やすいですよっていう部分なので、その辺はちょっと誤解しないようにしてもらいたいのと、サーキットは走れない車ではないので、ただこういうふうになってしまうっていう部分は少なからずゼロではないので、今後はちょっと今までとは違うアプローチで、そういったものをなるべく消せる方法っていうのをちょっと試そうとは思ってはいますけど。ブレーキの問題はこれまで魔王となったフィード FD3S にも起きており、魔王まで上り詰めるまでに克服してきた道だ。
これと同じような課題が今 Z にも与えられている。この険しき課題を克服してこそ魔王への道が開かれるのだ。